まっすぐなってるかどうかいきましょう。円運動っていうのはね、こうやって回していく動きとか。はいどうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日はセラピストオンラインアカデミープログラムインストラクターコースですね、こちらをやっていきたいと思います。ここはね、講師さんがしっかり受講生の体を守る、そして、スムーズに効率よく相手に力を伝えていくためには絶対に覚えておかなくちゃいけない部分なので、自分のためにもね、自分が施術をする時のためにも、そして受講生が正しく体を使えて施術をね、できるためにも必ず覚えておいてください。本日やっていくのはプレッシャーと円運動です。プレッシャーと円運動をやっていきたいと思います。プレッシャーっていうのはね、こう体重を乗せてってぐーっと圧迫していく圧迫法なんですけど、これもね結構ね有線のプレッシャーだとか、腰でもねプレッシャーっていうのを使っていきます。オイルトリートメントではプレッシャーがねそんなに多く出てくるわけではないんですけど、ほぐすとかねタオルの上からやっていくっていう人なんかもねいると思うので、ぜひね必ず覚えておいてください。そして円運動っていうのは、シンプルでねそんなにね、難しくはないです。みぞおちとの連動でねこう円を動くような運動ですね。その場で円を動いたりだとか、サークリングなんかのこう動きとかにもね、こういった円運動、円の動きを使っていく運動があるので、これもねしっかり覚えていきましょう。はい、ではまずですね、プレッシャーやるときに気をつけてほしいのは、これがね、全部に共通していると言っても過言ではないんですけど、肘や脇がねこう開きすぎてないか、これをね注意していきましょう。これが開いてるとやっぱり体重が乗せれてないですよね。肘やね肩が上がったりとか脇が開いてると基本的にはプレッシャーかけようと思ってもやっぱりねかかんなくなってしまいます。最も分かりやすくやるんであれば、こうやってパチンとやってください。胴体と腕を連動させてください。これで圧を入れてくださいって言えば、脇や肘がね開かないでできるようになります。で続いてですね、3秒間かけてゆっくり体重を乗せられているかどうか。圧をかけたいところに圧かけるときにゆっくり体重を乗せられているかどうか、つまり体重移動です。みぞおちのね位置ですね。ゆっくりね1、2、3と体が移動して体重をかけれてるかどうかね。腕力だけで1、2、3って言ってこうやるんではなく、ちゃんと体重が移動できてるか。1、2、3で体重がどんどん圧が強くなっていってます。これはみぞおちの位置ですよね。みぞおちの位置をちゃんとコントロールして圧を入れていっています。3秒かけてゆっくりっていうのが大事なんですね。これ瞬発的に位置でドンって乗せちゃうと痛くなってしまうので注意してください。3秒間かけてゆっくりです。そして大事なの、このプレッシャーでね最も大事だと言ってもね過言ではないんですけど、抜きなんですよ。この抜きがねすごく大事で、結構ね3秒でゆっくり1、2、3で入れれる人はね多いんですけど、1で抜いちゃってる人がかなり多いです。これね抜き方が大事です。1、2、3で入れたらゆっくり1、2、3で戻していく。こういうのがねできてるかできてないか、受講生の抜きをね意識してねチェックしてみてください。こうゆっくりねリズムをね取ってあげるっていうね誘導みたいなものもぜひね講師さんはねやってみてください。で、みぞおちがね正しく動けてるかチェックしたら、頭、みぞおち、手の位置ですね。まっすぐなってるかどうか。頭、みぞおち、手がちゃんとね一直線に来て脱力して相手に体重を加えれてるかどうか。離れてしまうと抜けてしまうので注意してください。あとはね、やっぱりねどうしてもねここがね揃ってなかったりすると頭だけがこうなっちゃってたりする場合もありますね。頭ってすごく重いので突き出しちゃうと、これやっぱりね腰とか体とかにね負担がかかってしまうので、頭の位置もねチェックしてみてください。はい、で最後はですね当てる面積です。当てる面積をちゃんと広く取れてるかどうかね。これはねチェックしにくいです。正直言うと講師さんからの目視でチェックしにくいんですけど、指の面を使ってほしいんですね。力を入れたいがために指をね立てたりする方いるんですよ。指をね立たせちゃうんですね。当てる面積がちゃんと広いかどうか、指が立ってないかもねちゃんと見てあげてください。もしくは受けてるモデルの人にね、痛くないですかとか、指が立っててね鋭く入ってないかっていうのもねチェックしていって、あまりにもね鋭く入ってる場合だったら指の腹を使うようにね、伝えて広く面積を取ってくださいと。これね指だけじゃないです。当てる面積を広く取るっていうのは手のひらもそうですよね。手根だけでぐっとね力強くいってて骨がね当たってたりだとか、
か、しないように、基本的には面を広くとって体重を乗せて深く入れていく。これでね、痛みとか筋肉のね、損傷とかねせずに深くね、アプローチができますので、当てる面積もね、必ず意識してみてください。で、続いてですね、円運動もいきましょう。円運動。円運動っていうのはね、円を動くような動きを使っていく運動ですね。これはですね、例えばね、出てきたので言うと、足首のところのね、くるぶし周りをこう回しましょうみたいなね、こう動きだとか、こうね、手根でね、圧迫してこうやって回していく動きとか、基本的にはこう回す動きですよね。この時の大事なポイントは、やっぱりですね、脇や肘がね、開きすぎてないか、そしてちゃんとね、みぞおちが動いてるかどうか。手だけでやってるとダメですよね。必ずみぞおちがそれに連動して落として引き上げる、落として引き上げる。みぞおちがね、同じ円を動いてるんです。その時にやっぱ大事なのは膝が使えてるかどうかなんですよ。これね、腰を使って動かしたり上半身だけで動かしてるわけじゃなく、膝なんですよね。膝を使っていかないと、膝を柔らかくしておかないと、結構ね、その落とす動き、下に下がる動きができなくなります。